恵子さん、今日はなんか思い出のお写真を、はい、思い出というかご紹介いただけるということで、はじめにですね、ご紹介したいのは、これそれこれおいくつぐらいの時のお写真なんですか？19歳ぐらいだと思うんですけど。ミス東京になられた時の。そうですね、19歳ぐらいの時の、この時のなんか、そのミスの応募の時の写真だったと思いますね。古いですよね。でも結構10年前でも色はあってないですご自身で応募されたんですか？それとも。いや、実はですね、私のお友達がその前のミスで、なんか推薦してくれたんですけど。じゃあお友達が推薦されて送られたってことなんですね。知らなくてね、別にそういうものがあるっていうことも知らなかったですよね。学生の頃ですよね。何人ぐらい応募されたか覚えてないんですけど、でも昔はね、そんなにミスってなくて、ミス東京とか、だからミスインターナショナル、ミスユニバース、あとエールフランスっていうのがありましたね。そのくらいでしたね。それの時は芸能界に進む方多かったんですね。それは今もそうかもしれないですね。で芸能界に進む人が多くて、私も2、3年でやりましたね。いろんな番組とか、あと司会とか、番組とか、あとラジオ番組とかも。でもね、そのディレクターの人なんか連絡してきますよ。まだ生きてらして。でも続けようとは思われなかったんですね。全然思わなかったですね。ちょっとやってみて全然自分に合わないと思いました。で理由はどちらかというと、自分で企画したりとか、自分で企画したのを誰かにやっていただく方が好きで、あんまり自分がこうなんか人の作ったものの中でこう自分を出すっていうよりも、もともとやっぱりワンダブラのね時のファッションショーとか、自分で企画して自分でモデルを選んで、そういう方が合ってると思いましたね。ですからそれでやめてハワイに行ったわけなんですけどね。でもなんでハワイだったんですか？ハワイに遠い親戚がいたからなんです。やっぱりその当時は海外ってすごく遠かったんで、なるべくこのね、やっぱり親としては自分の娘に海外に行かせるという時に、やっぱり知り合いがいるとか、親戚がいる方がいいじゃないですか。そうですね。でそういうことでそのハワイ、それまた近いですよ。一番グアムの次にですけど近いアメリカなんで。なるほど。でそちらの写真がじゃあハワイ時代のお写真でいらっしゃいますね。そうです。可愛いですよね。それがなんか健康的でね。健康的ですよね。もう本当これちょうど学校。どのぐらいいらっしゃるんですか？可愛いらしいかな。ハワイ。ハワイはね3年ぐらいいましたね。で3年ちょっといたんじゃないですかね。でそこで英語も勉強されてというか、そうですね。ハワイ大学っていうとね、なんか格好がいいんですけど、その当時はハワイ大学の中にある ELS っていう English Language School って言って、英語の学校ですよね。でも4人しかいなかったですね、当時日本人は。本当に日本人は学校すっごく少なかったです。そのうちの一人がまだ残ってます。この間ニューヨークに遊びに来ました。なんか面白い思い出とか終わりなんですか？ハワイの時にはいろんな人がたくさんいましたね。日本からの人はとてもサラブリティが多くて、俳優さんとか、女優さんとか、あと野球の選手、でそこで私もたくさんの野球の選手と知り合って、で奥さんととても仲良くなって、後に私が毛皮を売ることになるんですけど、その時のお客さんはみんなこのハワイで知り合った人ばっかりですね、ほとんどが。でそういう意味では知らない間にこの日本でのこの次のビジネスのなんか人脈作ろうと思ったわけじゃないんですよ。そうですね。そのお写真見てると、まだ10代のね後半か20代。野村監督の息子さんがいてね、その息子がすごく私に懐いて、野村さんのお家に、あんまり彼が懐くんで遊びに来いと言われて遊びに行ったこともありましたけど、非常にユニークなお母さんだったんで。サッチーさんですよね。ユニークだったんですよ、本当に。
言われましたよ。あなた飛行機の中ではあの当時はですね、飛行機をねリストを見せてくれって言ったら見せてくれたらしいですよ。あ、そうなの。プライバシーとかあんまりなかった。ないんですよ。で見せてくれって言って見てくれって言って、で私はでちゃんとね、あなたはね飛行機に乗る前に誰が乗ってるかターゲティングを決めて、その人の隣に座って、そしてゲットしろとかって。男性ってことですか？じゃあ結婚相手ってことですか？そう自分はそうしたって言ってましたよ。そうなさられたって言ってました。まあハワイ時代にはまあいろんなね思い出があるし、またハワイから帰ってきて二度とあんなに長くは行きたくないところですね。でも最近まで清子さんお仕事でよくハワイ行かれてたんですか？そうですね。紅花がハワイにあったので、ハワイには年に何回も行きました。まあとりあえずねこれはねすごくね不思議な縁なんですけど、ハワイに行った時にヒルトンハイアンビレッジの中に、その私の本当に親戚みたいにしていた方がいらっしゃったんですけど、その人が宝石屋さんやってて、その隣が紅花だったんですよ。で私はなんかいつも紅花の前通って「紅花ってなんて見てたんですね。だけどそれがちょうどその時期で初めて紅花を見たんですよ。ですごく繁盛しててね、当時から。で中に一度入ってみたいななんていうふうに思ってたんですよ。で結局行ったことがあったかなかったかそれを忘れちゃったんですけど、でそこで初めてハワイにいた時にその紅花のレストランの前を毎日そこを通って行ったんです。でもそれなんか不思議ですよね。でその後ニューヨークに来て、そのオーナーの人と結婚するとは。でご自身が中に入るどころかビジネスを展開される。中に入るどころかそのお店をね後々見ることになるんですから。だから人間の運命っていうのは不思議ですよね。その頃ハワイにいらっしゃね、その清子さんミス東京やられてハワイにいらっしゃった子って将来は何になろうとかって思ってらっしゃる？そんなこと全く何も考えてなかったですね。結婚サッチーさんじゃないですけど、いい人を見つけて結婚してみたいな。両親は、さっさと結婚しなさいっていう感じだったので、ふらふら遊んでないで早く結婚したらっていう感じでしたしね。でそのように教育されてたので、ですからとりあえずお茶とかお花とかピアノとか、花嫁修行ですよね。そうですね。でも結構今ではね、なんでこんなことやらせるのかなと思いましたけど、ちょっとなんか役に立ってますよね。パーティーする時は自分でお花もいけられるし、お食事も作れるし、だからそういうふうに言われたらやっぱり何でも無駄になるってことはないんですね、多分。そうですね。あの頃ねブーブー言ってたことが何十年した後に役に立つってことがあるわけですから。でその紅花の創業者といいますか、ロッキーさんと結婚されるのが次の。それでですね、はいということですね。すごいですね。なんかねこの文金高島ですよこれ。でこういう本当はねこう白いのねあれ。角隠しっていうんです。なんで角なんですかね。いやだから女の人は角があるかもしれないけどそれを隠してお嫁に行くってことですね。男じゃないですかね。なんか女に角が角は今でもありますよね。ただ見えないだけで。でここでこれは日本の大倉ホテルっていうところで結婚式しました。日本で式をお式挙げられたんですか。はい、式は日本で三々九度で。で誓いの言葉が英語が日本語でロッキーさんが読めなくて大変だったんですよ結構。平成とかなんて読めなくて平常とかなんか言ってなんか違うなみたいな思ったけどいつよ。ロッキーさんその時点ではすごくアメリカが長くてらしたから。そうですね、50年以上いて、年号が変わってもやっぱり知らないですよね。そうですね。和装で式を挙げられたいと思ったらそれロッキーさん恵子さんどちらの？両方っていうことで。ウェディングドレスは着なかったんですね。こういう白い赤いこのウェディングカクテルドレスにしたんです。披露宴の時ですね。別ですね。別なんです。アメリカの時はこれ結婚式これで着たんです。両方でおやりになったんですか？そうです。披露宴というか。はい、両方で。アメリカのお友達と日本のお友達と別々に。でそちらがじゃあその赤のカクテルドレスがこちら多分日本なんですよ。それも日本なんですか？だけどこのスタイルはアメリカでやった結婚式のスタイルを日本では披露宴の時にこれ着たんです。
ああ、そこにほら外人の男性がいらっしゃるんですよ。アメリカそうなんですよ。アメリカじゃなくて彼も日本に来たんです。でこの隣に乗ってる車に乗ってこの格好でオープンカーで東京を回ったんですよ。なんか若々しくない？なんかちょっとやりすぎっていうか。そうですね。ダイアナ妃みたいな感じ。そうなんですよ。2つぐらい、2台ぐらい車前へ行って、でなんかこんななんか知らない。それはロッキーさんの恥ずかしかったですよ。ロッキーさんのアイデアですか？いやいや、ロッキーさんのお友達のアイデアなんです。でこのオープンカーに乗って、でそのオープンカーで比叡神社に行って写真を撮って、でその国会の周りみたいなところをこれオープンカーでぐるぐる回ったんですよ。なんかでもちょっとそういうのなんかアメリカ的な感じしますよね。練り歩いて。そうですよね。ジャストマイルドみたいな。まあ確かそうですね。だからアメリカの日本でやったって感じですよね。でもあれは2人だけなんですけども、ガラガラ引っ張って、私の場合はなんか車が先導して。へえ、すごいですね。なんかね。その当時にだからもし動画とかあったらね撮っておかれたんですけど、当時はまだやっぱ写真です。写真ですね。写真です。はい。でもどんなお気持ちでした？結婚式って。やっぱり式って大切じゃないかなと思いますね。よく今いいよいいよしなくていいっておっしゃる方いるんですけど、でもやっぱりこういう写真とかね、やっぱり思い出って自分の子供ができたりとか、なんかした時にやっぱりこういう写真って見せてあげることできるし、やっぱりおめでたいとか式っていうのは何であろうとすごい大切だと思います。けじめというかなんかこう。そうですね。卒業式だとかね、結婚式だとか、お葬式もありますけど、やっぱりそれはやっぱりきちっとした方がいいんじゃないかなというのが私の意見ですね。なるほどね。初めね、うちの主人もロッキーさんも「いやもういいよ」なんて、もうこの年になってまた結婚なんて、彼は3回目なんででも式を終えたら「やっぱりやってよかったね」なんて言ってましたよ。でそれをみんなに祝福されたりするのと、あとなんか自分自身のコミットメントってあるじゃないですか。みんなの前で宣言するっていうか、やはりその辺のところのこう重たさっていうんですかね、のもあるんじゃないですか。そうですね。わかります。思い出の一枚ですねということは、結婚式2枚で、すいません恵子さん、そちらのお写真ちょっと。これですか。それはなんかこれはね、結婚する前なんですよ。ちょっと見せていただけます？はい、これはですね、1代目麦ちゃんと一緒に写ってる、ちょうど麦ちゃんと散歩してる結婚前の写真ですね。で結婚前にこの金髪だったんですね。っていうのはどうしても金髪になりたくて。それはまたどうして？アメリカに来たからどうしても金髪になりたかったんです。1回はね、それ。1回は。で金髪にしたらどんなになるのかと思って、で金髪にしたんです。でも、とにかく長いと、全部これ脱色しないと綺麗な金髪にならないんですね。黒なんでもともとが。だから脱色したら髪が傷むじゃないですか。だからできるだけ短くして、もう本当で3週間ぐらいするとすぐもう黒いのがバッと出てくるわけですよ。だってもっと金髪と根元の方に。そうですから3週間ごとに行きましたね。でなんかやってるうちになんか大変だなと思って、で結局は途中で諦めて、この金髪は何年ぐらいやってたんですかね。2年ぐらいやってたかもしれないですけどね。でも2年もやってらっしゃってすごいですよね。でこの時にロッキーさんが私をどっかで見かけたらしいんですね。それでなんか「いや可愛い子だなと思った」とか言って後で言ってましたけど。ハワイの時はだってそんなに短くなかったじゃないですか、これ。そうです、だからニューヨークに来られて、だからあれは10代なんで、10代20代の頭なんで、20代の頭の時はやっぱり長かったんですね。でもその仕事するようになってからずっとショートですよ、ほとんど。なるほどね。みんなショートの写真が、仕事してる時の写真ショートが多いですよね、見てると。でもう一つのお写真、そこに、それはこれはロッキーさんが亡くなった後ですけどね。これちょうど今から10年ぐらい前の写真です。でね、なぜこの写真が思い出っていうのは、この人たちが思い出じゃないんですよ。そうじゃないですか。この思い出はこのドレスなんですけど、このドレスオスカ・デラレンカってドレスで、裾がすっごい長いんですよ。こうサソリみたいにチューッとこうだんだん細くなって尻尾みたいになってるんですよ。サソリみたいに、こんなに踏まれた服はない
もう踏まれた、歩けば踏まれ、歩けば踏まれ、もうこんなにもう踏まれてことはないドレスということで、なんか思い出。そういう思い出なんですね。でそれブラック&ホワイトなんですけど、何色なんですかドレスは。これね、すっごい綺麗なシルバーとゴールドの真ん中みたいな色、そんな色があるんですね。あるんですよ。それだからサソリっておっしゃったんですね。なんかちょっとそうなんです、シルバーとゴールドの間で、サテンで、素晴らしいドレスですね。本当にシンプルですけど、とても品があって素敵なドレスですね。おさん、そういうデコルテのあたりいつもね綺麗にしてらっしゃるなと。まあ昔は。いや、今でもそうですよね。今回ね、何点か思い出の写真をね、だからやっぱり写真もね、今皆さんのビデオを撮られたりとか、カメラでね、インスタだとかそういうところに載せるためにみんなこの携帯であんまりこうプリントしませんけど、プリントもなんかいいですよね。そうですね。こうやって、これだって今のはもうすごい何十年も昔の写真じゃないですか。もし携帯の中に入ってたら、何十年の写真ないかもしれないですね。ですからやはりプリントしていくっていうのは、今こういうふうにしていると、でいつでもどこでも見せられるしね。そうですね。でその時のやっぱりこう気持ちというか情景というか、そうなんですね。なんか浮かび上がって来られる感じが、今お話を伺っててね、やっぱなんかそんな感じしましたね。こういう写真もいいなっていうのをなんか今日見てつくづく思いました。ありがとうございました。